皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのシャアです。今回の動画のテーマはこちらについて紹介したいと思います。一人でできるドライブ練習法、3つ紹介ということでやっていきたいと思います。やっぱりドライブを覚えたい人、たくさんいると思いますし、なかなかできないなっていう方いると思うんですけども、これまで老若男女誰でもドライブが覚えれる方法っていう形で、2つぐらい動画紹介してるんですけど、今回は一人でできるドライブをかける練習法、ドライブができるようになる練習法について紹介したいと思います。で、以前の動画でも言ってるんですけれども、まず考えてほしいのはドライブって一体どんな技術なのかっていうところですね。どうすれば覚えられるのかっていうのをまず頭で理解しましょうということです。で、ドライブっていうのは一体どんな技術なのかっていうと、以前も言ってるんですけども、全身回転、強い上回転をかける技術ですよね。なので強い上回転をかけれるようになる練習をやっぱりやっていかなきゃいけないということです。そのフォアでもバックでもやっていかなきゃいけない。もうそれはシェイクだろうがペンだろうが一緒ですね。とにかく強い上回転をかければぶっちゃけドライブなんで、それが速ければスピードドライブだし、ゆっくりであればループドライブっていうことになるので、では早速その練習法3つ、紹介していきたいと思います。まず1つ目なんですけれども、まず1つ目は、もうボールを持ってもらって投げ上げて、その状態から普通に全身回転、この時にラケットの面をだいたい45度こういうふうにかぶせるような形ですね。こういう状態でスイングするということですね。バックでも一緒です。バックでも斜め45度かぶせて回転をかける、全身回転をかけるっていうことですね。で、注意してほしいのは、これができたからといっていきなりドライブが試合で使えるっていうわけではありません。結局相手のボールが下回転強い回転かかってたら、スイングスピードとか回転をかける能力で負けてたらやっぱりボトって落ちちゃうので、ただ今回は回転をかける、全身回転をかけるっていうことで、まずこの1つ目の練習は45度の角度で上回転をかけるっていうことをやってみてください。次に2つ目なんですけれども、2つ目は今度、弧線を作る練習ですね。弧線っていうのはこのボールのこういう、山なりのを描く軌道のことなんですけれども、ボールを持ってもらって、こういうことですね。この時は、ラケット面は垂直でいいです。でボールを投げ上げて下から上にこすり上げて弧線を作ると。さっきは45度の角度で、ボールをこするって言ったんですけれども、今回はこういうふうに、45度かぶせてたら弧線が出ないんで、相手コートにボールを入れるためにはやっぱりこのままボールがポトンって落ちちゃったら入らないんで、弧線を作るためにはラケット面を垂直にしてこれ弧線を作りましょうということです。はい。で最後3つ目ですね。最後3つ目なんですけれども、3つ目はより強い上回転、全身回転をかけようっていうところで、やっていただきたい練習なんですけれども、このボールをぶつける左手、ラケットを持ってない方の手でラケットにボールをぶつけるような形でより強い上回転をかけるということですね。実際にこうドライブを打つ時って、こういうふうにスイングで、回転かけてると思うんですけども、どんなトッププレーヤーでもその時にボールをこう引き込んで強く回転をかけるコツをつかむことができます。どういうことかというと、こういうことですね。しっかりボールを引き込んで、その引いた反動で強く速くスイングして回転をかけるといったことです。1つ目の練習ですね。やっぱり自分が打っててかかってるかどうかわからないっていう方もいると思いますので、相手にこうボールに触ってもらってちゃんと全身回転がかかってるかっていうところを、確認するためには相手がいた方がいいと思います。でまず1つ目の練習ですね。1つ目の練習はラケット面を45度にかぶせて、そこに対して全身回転を、普通にサーブのようにかけるって感じですね。まずはここからです。
こういうふうにかかってれば、ポーンってこの回転の影響で、ボールが返球されるので、これがあまり全身回転がかかってないと、こういうふうに跳ね返る力が弱いので、しっかり相手にラケットを動かさないようにしてもらって、その回転の力でボールがちゃんと返ってくるかどうかっていうのを確認してください。で、今シェイクでやってますけど、ペンでも一緒なので、はい。めちゃめちゃ強くこの段階ではかけなくてもいいんですけれども、相手のラケットから普通にこちらのコートに返球されるっていうところまでは目指してやってみてください。次に2つ目ですね。2つ目は弧線を作る練習ってことで、ボールを持ってで投げ上げて、それに対して全身回転をかけると。でこの時のラケット面は弧線を出すために垂直にしましょうということですね。これも相手が、ラケットを動かさないで触ってもらって、そこに対してボールがちゃんと返球されるか、こちらの全身回転でボールが戻ってくるかどうかっていうのを、確認するとちゃんとかかってるかなっていうのが確認できると思います。はい、オーバーは全然 OK ですね。はい、こういうことです。でバックでも一緒ですね。はい、っていうような形ですね。はい、で最後3つ目なんですけれども、3つ目はより強い回転をかけるということで、このラケットを持ってない側の手で引き込んで、ボールを引き込むような形で強くスイングするということなんですけれども、これはまた相手に同じようにラケットで触ってもらうんですけど、ここに返球されるんじゃなくて、理想で言えば、卓球台の外に出るぐらいがいいですね。じゃあいきます。っていうような形ですね。実際にはここまで強い回転をかけれる時って実際プレー中はなかなかないんですけれども、普通に自分が余裕がある状態、こういうふうに立って自分でボールを投げている状態であれば、強い回転がなるべくかけれた方がプレーしている時にも回転をかけれる状況を作り出せるので、なるべく強い回転をこの3つ目の練習ではやってみてください。実際に全部一人でできるんですけれども、重要なことっていうのはちゃんと上回転、全身回転がかかってるかっていうところなので、それを確認するためにはやっぱりぶっちゃけ相手がいた方がいいです。なので、一番重要なこと、ドライブをするとき、ドライブをかけるときに一番重要なことっていうのは、フォームとかよりもちゃんと全身回転がかけれてるかっていうところにつきますので、この練習はもうその全身回転をかける練習、そしてドライブを安定して入れるための弧線の作り方が覚えれる練習になりますので、また一人でもできる練習になってますので、ぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございました。それぞれのおさらいになるんですけれども、まず1つ目は斜め45度の角度を保ってボールを投げてから全身回転をかける。まずはここからですね。全身回転をかけるところ、斜め45度からかけるところ、全身回転がちゃんとかかってるかっていうところを確認することと、あと次に2つ目は弧線を作ることですね。ドライブっていうのはこういうふうに弧を描くっていうところがやっぱり一番いいところ。強い全身回転をかけて弧線が出ることによって安定して攻撃ができる、ドライブ攻撃ができる、攻めることができるっていうところがいいところなので、弧線を作る練習ですね。はい、で最後はより強い上回転をかけて、相手の切れたツッツキ、カットとか、切れたツッツキとか単純に強い回転をかけれれば、やっぱり相手がポーンってオーバーミスしたり、カウンターできなくて連続攻撃ができるチャンスができるので、より強い回転をかけるためにこの左手ラケットを持ってない利き手じゃない方の引く力を使ってより強い回転をかけるということですね。